こんにちは、白川隆二です。先生、今回は企画です。はい。先生は今年ツイッターを始められましたよね。はい、今年7月からツイッター始めました。合気道や武術の情報を楽しく伝えられたらいいなと思ってツイッター始めてみました。はい。で、そのツイッターの中で投稿して話題になった固定返しの実践について解説いただけますか。固定返しですね。わかりました。固定返しにはすごい、深い武術の、技や考え方が含まれているので、それを解説したいと思います。使われた技術というのが合気道の小手返しと言われているんですが、この小手返しの技術がさまざまな武術の大事な要素が含んでいるので、そこを解説していきたいと思います。では説明しますね。で、犯人役として片山くんに、来てもらいます。片山くんお願いします。分かりやすく道着じゃなくて、犯人役として、ポロシャツに来てもらいました。よろしくお願いします。で、使われた技、小手返しっていうんですが、小手返しって手首を返す技です。で、この小手返しは何も持ってなくてももちろんいいんですが、何かナイフや武器を持っていると手首にどうしても緊張が走りますので、掴んでいる限り手首にこの緊張っていうのが作られるので、だからこそ小手返しをすると手首に緊張のところ一気攻めるので、より効いて小手返しっていうのが効果的になります。注目してもらいたい点は、相手の後ろから手首を掴んでいるっていうんですね。で、通常でしたら前からさばいて取るんですが、これだとうまくやっても刺さったり、あるいは疲れたりするケースがあるので、リスクを下げるためには後ろから取る、気づかないで、相手の全く気づかないところで相手の虚をついて投げるっていうのがすごいですね。それが武術的とも言えますね。自分の有利なところ、自分が有利な点を作る、有利な状況を作るっていうのがポイントです。技をうまくかけるには相手の虚をつくのが大事です。相手の虚をつけば、技がうまくかかります。ですので、先ほどのケースでしたら後ろを向いて相手が全く気づかなかったので小手返しがより効いています。普通小手返しだとちょっと思って、小手返し、相手がナイフを絶対離したくないので、小手返しかけても離れることがないので、例えばこうやってナイフ外す技術あるんですが、相手が全く予期していなかったので、じゃあその前に相手が全く予期していないところで後ろから入ってたので、瞬間的に言いましたけど、こうやって、持ってられなくてナイフが離れたっていう現象が起きています。相手の虚をつかないとこのような現象は起きないと思います。次の注目ポイントは、実は小手返しだけじゃなくて、他の技も使われています。で、他の技っていうのは実は小手返しだけじゃなくて体落としっていう技ですね。柔道でいう体落としです。体落としって足を引っ掛けて、こういう足の引っかかって投げる技なんですけれども、こういう足の引っかかって投げる技なんですけれども、ですので小手返しで上半身の崩し、そして下半身の崩しをそのまま体落としを用いて投げているので、とても効果的に相手を崩すことができています。小手返しで上半身の崩し、そして下半身の崩しをそのまま体落としを用いて投げているので、とても効果的に相手を崩すことができています。で、なぜ少しでも早くうつ伏せにするかというと、例えば投げた後に相手がこうやって反撃してくる可能性があるので、より安全に制圧するにはうつ伏せにすることが一番なんです。なるべく早くすると相手が何もできないっていうことなので、うつ伏せにすることが制圧するためにはすごい必要なんですね。で、この大きな投げ技には利点があります。例えば投げておきます。で、うつ伏せにすると、ここからこういう動作でうつ伏せにしなければなりません。できるだけ早くうつ伏せにしたいならば、大きな投げ技を使って
相手がくるっと回転するので、より早くうつ伏せにできるんです。もう一度いきます。大きくちょっと投げるので、回転力が増している分、早くうつ伏せにすることができるんです。だからここでそのままこう投げてうつ伏せにする。より早くするにはこの方が早いですよね。このように大きい投げだとより早くうつ伏せにすることができるんです。早くうつ伏せにしたいならば大きな投げ技を使って相手がくるっと回転するので、より早くうつ伏せにできるんです。もう一度いきます。大きくちょっと投げるので、回転力が増している分、早くうつ伏せにすることができるんです。うつ伏せの制圧の仕方が とても特別なので解説したいと思います。こう相手の強をついて小手返したのでナイフ吹っ飛んでます。でその後に足引っ掛け、小手返しプラス体落としが入って足引っ掛けて、ここで膝を入れてうつ伏せにして、この手が特殊なんですが、こういうふうにすぐ、片手を首に巻きつけてます。そうすると相手より立ちにくくなるので、この膝で制圧しているところ、それから首に巻いているのでより立ちにくいんです。これがもしなければちょっと立とうとして、実は立ちやすいんですよ。もちろん制圧はできるんですが、パーッとやっとくと片手になるので、すごい制圧、相手が立ちにくい状態です。これは背中、膝を置くことで、表だとニーオンザベリーといって、こういう膝で制圧する方法を背中でも膝を使って制圧しているという技術につながっています。では最後にそれを実際の速度で再現していきます。前に相手を向いてたところを後ろから強をついて入ってここから入っています。ということで今回は実際の現場で使われている小手返しを解説してみました。先生、すごかったです。たくさんの武術の技術が使われていて、とても、勉強になりますし、すごいと思いました。先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。